こんにちは、ダイアリー11のちえです。フィリピン在住4年目に入りましたが、実はフィリピン料理を作ったことがまだ一度もありません。せっかくフィリピンにいるのにちょっともったいないかも。というわけでこの企画は決して料理上手ではない日本人の私がフィリピン料理に1品ずつチャレンジしていったらフィリピン料理をマスターできるのかを検証するドキュメンタリーです。初回の今回はマンゴーフロート。フィリピンではとても有名なスイーツですが、ケーキなのに焼かなくてよくて混ぜて固めるだけで OK という、まさにこの企画の初回のためにあるようなお料理です。それでは早速材料集めからスタート。ダウンタウンのフルーツマーケットでマンゴーを買います。フィリピンのフルーツマーケット、いろんな果物がびっしり並んでいて見ているだけでも楽しいです。フルーツマーケットはトマゲテの街のあちこちにあって、マンゴーはだいたい年中売られています。旬の夏真っ盛りになるほど価格が安いです。今回は 1kg110 ペソでゲット。次はスーパーに行きます。こちらはダウンタウンにあるロビンソンスーパーマーケット。お菓子のコーナーでグラハムクラッカーを探します。タルトやチーズケーキなんかの台に使われているやつですね。マンゴーフロート用には蜂蜜風味のものが合うそうです。続いてコンデンスミルクを探します。メーカーもサイズもいろいろあるんですが、缶切りがないと開けられないタイプが多いです。うち缶切りがないんですよね。仕方なく缶切りなしで開けられる大きめサイズを購入。続いて生クリームをゲット。正確にはオールパーパスクリームという製品です。生クリームとどう違うんだろう。クリームチーズも買いたかったんですが売っていなかったので別のお店に移動します。こちらは JLH デリカセン。輸入食材が豊富に揃っていて結構重宝するお店です。クリームチーズも無事ゲット。というわけで材料が揃いました。分量はこちら 1.3 リットルのアイスタッパー分でこれくらいで作ります。それではいよいよ作っていきましょう。まずグラハムクラッカーを袋に入れて細かく砕きます。蜂蜜の甘い香りがしますね。続いてクリームを混ぜていきます。これを6分立てくらいまで泡立てます。これくらいでいいでしょう。後で知ったんですが、クリームをあらかじめ冷蔵庫で冷やしておくと早く泡立つそうです。続いてメインのマンゴーを切っていきます。材料の処理が完了しました。これを順番に重ねていきます。せっかくなので透明のグラスにパフェっぽく入れていこうと思います。
これを繰り返して地層のようにしていきます。最後に少量のグラハムクラッカーとマンゴーを飾って、あとは冷凍庫に入れて凍らせるだけです。できました。マンゴーフロート完成です。マンゴーの酸味のある甘みとレアチーズケーキのような味わいのクリーム、グラハムクラッカーのサクサク感とほのかな蜂蜜の風味が絶妙にコラボってます。アイスケーキのひんやり感は真夏にぴったり、見た目の可愛らしさも最高です。ちなみにタッパーにもたっぷり作りました。3日でペロッと食べてしまいました。前評判通り本当に簡単でした。それでいてこんなに美味しくて見た目も映えて最強すぎます。マンゴーを他のフルーツ、グラハムクラッカーをビスケットなどで代用すれば日本でも作れると思います。本当に簡単なので子供と一緒に作るのにもおすすめです。